皆さんこんにちは。ジュルといつまでもへようこそ。天気はやっと春の気分になってきたから、今日はこの動画の撮影は外になりました。やっと暖かくなってきた。本日はジョージアに住んで、これはめちゃくちゃ便利と思うところ3つ紹介していきます。皆さん、ジョージアってどんなイメージがありますか？未だに多くの人はジョージアって言われたらすぐアメリカのことを思い浮かぶと思いますが、実はジョージアは結構住みやすいところなんですよ。で、ジョージアで育って住んでいて、いろんな発見が、成人になってからいろんな発見があったんですが、その中でも特にこれは日本より便利かもと思ったポイントがあるので、それを今日話したいです。3番まで見たら絶対癒されると思いますよ。では紹介することの中で、これは本当に便利だなと思う人はいればぜひ教えてね。では行きましょう。まず最初に紹介したいのが役所の営業時間です。皆さん、日本の役所ってどうですか？私、正直日本の役所のシステムってすごく大変だなと思ってて、皆さんは日本で役所に行くときって困ることはありませんか？手続きって時間がかかることもあるし、平日は忙しくて行けない人もいるじゃないですか。だいたい平日の昼間じゃないとダメですよね。基本的に日本の役所の営業時間が9時から5時までで、しかも休みとかもあるし、普通の会社員は行ける時間なかなかないんですね。結局仕事を休んで行くしかないと思います。でもジョージアでは土曜日も空いてるんです。営業時間は平日6時か7時までで、土曜日は2時までです。これすごくないですか？普通に平日働いてる人でも仕事帰りに寄れるし、土曜日に行くこともできる。次に紹介したいのがクレジットカード1枚でバスも電車も乗れること。日本でスイカとかパスモとかすごく便利だけど、チャージしないと使えないですね。ジョージアではクレジットカードをそのままタッチするだけで OK です。ミニバスから降りたいときにジョージア語でガーチェレットと言わないといけないです。言わなかったらそのまま進んじゃいますよ。バスに乗るとき、ピッてカードをかざすだけ。電車も同じでカードをかざせば改札が開きます。これすごくないですか？
ちなみにルスタウェリという駅にあるものについて伝説みたいな話があるよ。一つの柱に昔の貝殻につけられる。叶えたい願いがある人は願いを考えながらルスタウェリ駅の貝殻を3回触ったら叶えると言われている。面白いんじゃない？日本だとタッチ決済がある場所も増えてきて、この春から日本でも地下鉄の一部の駅でクレジットカードを使えるようになるみたいですよね。それももちろんすごいと思いますが、でも今のところ比べたらジョージアの方が便利かも。バスも電車もロープウェイでもこれか1枚あればそのまま乗れるんです。これ日本でも早く導入されたらもっと楽になると思いませんか？で、最後に紹介したいのがジョージアでは猫カフェに行かなくても猫と触り合えるということです。皆さん猫好きですか？日本では猫カフェはすごく人気ありますよね。私も猫がめっちゃ好きだから日本にいた時に猫カフェに行くことがあったんですけど、なんかそこ猫を見たら少しかわいそうな気分になった。猫ちゃんもなんか人に飽きていて疲れていてあまり元気もなかったんですよ。しかも猫カフェって時間制限あったりとか、お金もかかったりとかするじゃないですか。でもジョージアでは猫が街のあちこちにいて、しかもめちゃくちゃ人懐っこいんですよ。普通に道を歩いていたら猫が近づいてきてスリスリしてくることもあるし、カフェで座ったら猫が膝に乗ってくることもある。この前カフェでコーヒーを飲んでいたら突然一匹の猫が来て私の膝にドーンって乗ってきて、そこから30分ぐらい寝てしまった。この猫動画の集まり、飛び石の一つの道だけ歩いたらできました。街をもっと歩いてみたら猫といっぱい出会います。猫カフェに行かなくても猫と触り合える環境ってすごくいいと思いません？ということで今日はジョージアの3つの便利なところを紹介しました。皆さんどうでしたか？これ日本もあったら嬉しいなと思ったところありました？どうですか？では今日楽しく面白く説明できたら嬉しいです。ではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。